病魚に適した水槽、飼育に適さない水槽、病魚水槽の水替え方法とタイミング、注意点。他、気温変化が大きいため病気多発の季節です。病魚は食欲や患部の様子などいつも以上につぶさに観察する必要があります。それらを踏まえて病魚水槽に最適なのは横長の水槽です。日中半分をカーテンで仕切ってあげることで隠れ場所と観察場所を同時に広く確保できるのと、左側を掃除中は右へ、右側を掃除中は左へ、メダカが遠ざかれるので療養中の安心につながります。これは水を足す場面でも同様で逃げ場所が確保できます。また正面の視野に対して水量が異常に増えないのも清潔を優先し薬剤使用する病魚水槽に向いています。飼育に向かないのは湾曲がひどい水槽です。このように悪酔いしそうな景色の中で飼育するのは禁止。病魚水槽は清潔に保ちます。うんちはこまめにスポイトで取りきれないときはサイフォンチューブ式の水槽掃除機で吸い取ります。水槽掃除機は水抜きには使用不可。こんな風に固定して水抜き兼用は可能ですが、固定が外れたりうっかり固定を忘れたりして水槽の底まで水が抜けてしまう事故を防ぐ目的です。表面張力に負けない太さのチューブに先割れ加工してそこまで水が抜けきらないようにすることはできますが、チューブが寝そべると結局水は抜けきるので危険です。また小さなメダカや稚魚は吸い込まれてしまう内径です。中で詰まってしまうサイズのメダカにも危険で、大きなメダカでもサイフォンの高低差によっては危険な吸引力が発生してしまう危うさを含みます。こういったもろもろの事故を想定して避けるため、園芸用品店で肥料入れを入手しチューブの先端に装着しておくと安心です。とはいえこれは万が一に備えた安全策に過ぎないので、基本的には水槽につきっきりで水抜きをしましょう。以上の基本を押さえた上で、サイフォンチューブ掃除機はこのように棒をつけて棒の上下移動で安全装置となるようにしておくと、水抜きがてらのうんち待ちをする場面で便利に使えます。スポイトなどの道具は高濃度の塩水につけて保管します。利点は3点。雑菌死滅濃度にすることで常時清潔に保てるのと、水槽への水滴混入も塩水なので安全で、気軽に排水口へ流せるところも日常使いに最適です。同時に1日目2日目は朝夕に純石鹸を使って水槽を丸洗いします。3日目以降は病魚の様子を見ながら2日に1度の丸洗いなど頻度を落としてもいいです。目安にするのは水の匂い、生臭いかどうかです。これはほぼ治っている映像で薬も入れていません。ここまで来るとこんなに汚れていても匂いはしません。丸洗いするときは待機容器を用意します。待機中過密になるので対策に塩を入れておきます。状況把握をさせて動揺を小さくする目的で、透明なお玉でメダカをすくいます。飛び出しを防ぐため手でしっかり蓋をして待機容器の中へ移します。この時にも1匹ずつ丁寧に観察します。逃げる素早さや捕まるまでの時間を体感で測り、前日と比べて弱っていないかなど回復状態を確認します。水槽の水に薬を入れていた場合はバケツなどに移し、日光にさらしてから捨てます。保水口は普段から純石鹸で洗い、高濃度の塩水につけ置きしてから塩水を洗い流し、水槽用に水を汲みます。先ほどと同じ手順で
待機容器から透明なお玉でメダカをすくって手で蓋をし、静かに優しく水槽へ戻します。夜になったらカーテンを閉めて暗くし、しっかりと睡眠をとらせます。病状が治まり安定したら本水槽に戻すのが基本ですが、今回のように冬へ向けて寒くなり始めたことで体調を崩し、治療している間に冬を迎えてしまった場合は、室内で春待ちをさせます。この映像は水槽洗浄の待機中、家内ツアーを楽しむため麦茶ポットへ移した映像です。食べることが唯一の楽しみとならないよう、こういった遊びも取り入れながら春を待ちます。また閉ざされたメンバー間で繁殖行為に巻き込まれてしまわないよう、水温は15度以下で安定するようにしています。最後に、普段からメダカと信頼関係を作っておかないと、この一連が助けるための行為と伝わらず、ただのストレスだけになり弱ることがあります。こういった時に威力を発揮するよう、普段からしっかり信頼関係を作っておきましょう。